褒められたとき、なんて答えていますか？ありがとうと自信満々に答えるのもいいのですが、日本語ではちょっと違う返し方をする人が多いんです。今日のテーマは褒め言葉の返し方です。日本では自分のことをあまり強く言わない文化があります。そのため褒められた時に、ただありがとうとだけはっきり言うと、自信満々に見えると感じる人もいます。それが悪いわけではないのですが、聞いてる人はびっくりすることもあります。ですから、褒め言葉に対して少し弱めに返すのが一般的です。では、どのように返したらいいのでしょうか？代表的な返し方としては、いえいえ、そんなことありません。例えば、日本語上手ですねと言われたら、いえいえ、まだまだです。これは否定しているのではなくて、謙遜と言って自分はすごくないと伝えることで主張を弱めています。もう一つ、ありがとうございますと、そこに弱めの表現をプラスすることで、少し弱く言うことができます。例えば、素敵な服ですね。ありがとうございます。安かったんです。他にも、料理美味しい。ありがとうございます。簡単なレシピなんですよ。褒めてもらったことを受け取りつつ、そこに謙遜を入れます。日本では、出る杭は打たれるという言葉があります。他の人より上に出ている杭。つまり他の人よりできる人が他の人から憎まれたり叩かれたりするという意味です。目立つと叩かれるという文化があるので、あまり私はすごいですよと言いづらいのです。ちなみに出過ぎた杭は打たれないという名言もあって、出過ぎると特に何も言われなくなってくるそうです。また、この謙遜とは違う方法で褒め言葉を受ける方法もあります。一つ目は褒め返す。もしくは相手への感謝の気持ちを入れる。プレゼン良かったですと言われたら、ありがとうございます。あなたのコメントが助けになりました。これができると人間関係がとても良くなります。もう一つ、具体的な話につなげるという方法もあります。その髪型似合うねと言われたら、ありがとう、昨日美容院に行ったんです。と具体的な話をすると会話が続くようになりますよ。逆に良くない例として、その服似合ってるよと言われた後に、知ってます。このトーンで知ってますと返事されたら、ちょっと変わった人だなと思われる可能性が高いです。ですが、これは言い方によっては、自信がある人というユーモアにすることもできます。その場合、テンションを高く、面白いことを言ってるように話さなければなりません。例えば、知ってます。本当に頑張って選んだんです。とかですね。でも、これまで聞いてみて、ちょっとどれで話したらいいかわからないな、と迷ってしまった場合、本当に自信があるとしても、それは隠して、まずは謙遜してみてください。迷ったら、このセットがおすすめです。一つ目は、ありがとうございます。二つ目は、でも、まだまだです。そして三つ目、なんとかだから嬉しいです。例えば、日本語上手ですねと言われたら、ありがとうございます。でもまだまだです。もっと話したいんです。もう一つ、発音きれいですねと言われたら、ありがとうございます。練習してるので、そう言ってもらえて嬉しいです。このような、この3点セットを組み合わせることによって、自然でとても好印象な会話になりますよ。日本で褒め言葉を返すときは、100% 本心で褒めているとは限らない。前回話した本音と建前の可能性があることを理解する。そして褒められたことに対して返事をする場合、自信があったとしても少しそれを弱める。これがポイントです。ちょっとめんどくさいですよね。私もそう思います。皆さんの国では褒められたらどう返しますか？文化の違いはありますか？コメントで教えてくださいね。また次も聞きたいと思った方はチャンネル登録お願いします。